We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune, heart and soul, dance under the moon. When my dreams 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は書きたいけど書けないというお悩みをお持ちの方に向けた初心者さん向けの読書ノートの書き方をご紹介します。読書ノートにぴったりな100均セリアの手帳を使った本当に簡単なまとめ方です。少し前に無印の手帳でも読書ノートを作りました。使っている道具をもっと知りたいというコメントをいただいていたので、今回はそれも含めて詳しくご紹介したいと思います。前半は無印手帳で読書ノートを作る道具について、後半はセリア手帳で継続できる読書ノートを作る方法なので、ぜひ興味のあるところから見ていただけると嬉しいです。月に1冊から2冊程度読むよという方には本当におすすめの記録術ということで、早速行ってみましょう。無印手帳で使った読書ノートでは主に6つの道具を使いました。1つ目はキヤノンミニフォトプリンターのインスピックというアイテムです。お手軽にシールプリントが楽しめます。2つ目はピットタック C というアイテム。しっかり貼っていつでも剥がせる付箋が作れるテープのりです。これは1つあると文房具の活用の幅が広がる超便利アイテム。3つ目はマーカー。ここではスタンプのインクに合わせてブルー系とベージュ系を選びました。4つ目はスタンプとインクパッド。こちらは氷印というアイテム。スタンプパッドは裏抜けしにくい色模様を使いました。5つ目は無印の透明付箋紙。貼って剥がせる半透明の紙でできた付箋紙です。6つ目はユニボール 1P というポテッとした短いボールペンを使いました。好きな道具、文房具を使うと気分が上がって継続しやすいので、ぜひ試してみてください。それでは今日の本題いってみましょう。読書ノートにぴったりな100均セリアの手帳、おすすめはこちら。2025ダブルマンスリー英語サイズ10月始まりタイプ。1冊で複数の予定が管理できる手帳で、左ページがマンスリータイプ、右ページが項目別タイプ。このフォーマット本当に使いやすくておすすめです。読書ノートをせっかく作るなら続けられて使えるノートがいいですよね。書きたくても書けない、どこから始めていいのかがわからないといったお悩みは、このセリアの手帳でまるっと解決できちゃいます。読書ノートに必要なのは基本の黒ペンと、あとは好きなカラーペン3本だけ。今回は水性マーカーのクリックアートを選んでみました。上からソーダブルー、ライトカーキ、ペールローズ、黒ペンとカラーペンがまとまってる3色とか4色ペンでも代用できます。これだと時短になりますよね。カラー別の項目を作るので、余裕があれば付箋とかこんな感じのメモタグがあるととっても便利。ちなみにこちらはロフトで購入したオーロリーデーのメモタグです。上部を曲げてそのまま手帳やノートに差し込むタイプ。読書ノートに限らず毎日とか毎週変わらない情報、例えば家事ルーティンとかバレットジャーナルのアイコンとか、忘れたくない情報を管理するのにとても便利なアイテムです。移動が簡単にできるというメリットを最大限に活用します。
では実際に作っていきましょう。まずはこの部分。ここにはテーマや目標を書き込みます。特におすすめなのはテーマを決めること。月ごとにテーマがあると本も選びやすいです。読みたい本はたくさんあるのに忙しくて一冊も読めていないということってよくありますよね。でもテーマがあることで選ぶ本の優先順位が決まってすんなりと読書をスタートさせることができます。今回のテーマは時間管理。時間管理に関する本の中で特に気になったものだけを厳選して一冊に絞りました。なぜそれが気になるのか、何のために読みたいのか、自分の気持ちを掘り下げてみるとどうなりたいのかという姿が見えてきます。次はマンスリー部分の書き方をご紹介します。時間管理のテーマで気になった本はタイムマネジメント大全。マンスリーには何をどのようにいつ読了したのかという情報を黒ペンで簡単に残します。例えば本を読み始めた日には本のタイトルを記入します。もちろんキヤノンミニフォトプリンターのインスピックなどで本の表紙を印刷してもいいんですが、それだと少し手間になるので、ここでは黒ペンだけでタイトルを記入しました。もし時間がある場合は少しサイズを変えて、このようにマンスリー部分に表紙を貼り付けてもいいかもしれません。本を読み進めた日にはこのように矢印を書いて、どのページまで読んだのかを記入します。本を読むペースとかリズムが把握できますよ。読まなかった日は空欄にして読んだ日だけに記録を残します。簡単に進み具合が把握できますね。途中で本を読まなくなってもページ数があるから大丈夫。いつでも再開できます。例えばこの本の場合、1週間程度で読み終わったと仮定して読み終えた日にはマークをつけます。手書きのマークでもいいけど、お気に入りのシールを使うと気分もアップするはず。可愛すぎてなかなか使えないシールとか、テーマに合ったシール、季節に合ったシールなんかを使うと心も癒されて読書がさらに楽しくなります。可愛いコレクションって見てるだけで幸せなので溜まっていく一方だと思いますが、こういう特別な時に特別な記録として使えば心から納得して使える気がします。今回は統一感を出すためにこのお花のシールを使うことにしました。このお花のシールもセリアのものなので、もう全部セリアで道具が揃っちゃいますね。本当に100均ってすごい。シールを貼ることで本を読み終えたという達成感が目に見える形になると、次の本を読むモチベーションにもつながります。マンスリーページで本をどう読んでいったのかがわかるようになりました。同時進行で残す縦型マンスリーの書き方をご紹介します。ここでは先ほどご紹介したメモタグを使います。カラー別にキー、目的を作るととっても見やすいのでおすすめです。色ごとの分類は情報の整理が簡単にできますよね。読書ノートだけじゃなくて勉強ノートでも使えるアイデア。では実際に書いていきます。青の星マークは本の表紙のフレーズという意味。本って表紙にたくさんの文字があります。その本のテーマとかサブタイトル、短い文章でまとまっていて中身が想像できるというメリットがあります。次は3つの丸、青、緑、ピンクを作りました。青は本の感想、緑は本の気になることやお気に入りのフレーズ、ピンクは次につなげるアクションプランという意味です。この4つのキーを使います。まず表紙フレーズですが、この本だったら24時間すべてを自分のために使うとか、今の働き方いつまで続けますかなど、
本全体を表す言葉を探します。これを記録しておけば、星マークを見ただけで本のイメージが伝わりますよね。読み進めた日に1行書くイメージで、どのキーを使うかはその日の気分で決めていいと思います。例えば2日目は気になることがあったので緑のマークとか、感想もフレーズもすべて残したいよという気持ちを抑えて、あえて1行ずつの記録を楽しむ。これが読書ノート継続の秘訣です。本を読んで心が動かされるとき、その感動や気づきを記録することにはたくさんのメリットがあります。自分が感じたことや考えたことってすぐに忘れてしまうものですが、たった1行見ただけで感情を再確認することができたり、時間が経った後に過去の自分と比較して自分の成長を感じることもできるはず。単純な読書から一歩進んだ体験を得られて、心が豊かに保たれるのが最大のメリットかもしれません。11日に本を読み終えたと仮定します。読了した日は必ずピンクマークで次につながるアクションプランを記録しましょう。アクションプランは感想とかまとめじゃなくて、次に何をするかという具体的な行動を明確にする手段です。読書の内容が日常生活とか仕事とかで活用できる形になると、実際に行動を起こすきっかけにもなります。読み始めから終わりまで本の中身は伝わるでしょうか。この読書ノートの書き方は月に1冊から2冊程度読む方にかなりおすすめです。でも3冊以上読む方には少し物足りない点があるかもしれません。もし2冊くらい読む場合は、一番上の項目に本のタイトルを記入すると分かりやすいです。2冊目はここからみたいな感じ。あとはインデックスをつけるとさらに検索性がアップします。いつどんな本を読んだのか、手帳を閉じていても検索できる方がいいですよね。例えばこんな感じのインデックス。今回はパステルカラーの飛び出さないから綺麗に使えるインデックスというアイテムを使ってみました。このように両側に本のタイトルを書いて、シール中央のミシン目部分をページの端に合わせて片面を貼り付けます。シールを閉じるようにもう片面も貼り付けたら完成。飛び出さないインデックスだから手帳が綺麗に使えます。裏から見ても綺麗になっていますね。カラーペンなどの裏抜けも確認します。黒ペンとかクリックアートのカラーペンは全然裏抜けしていません。次の月も気持ちよく書き進めることができます。とてもシンプルだけど読書が楽しくなる読書ノートの書き方はいかがでしたか？最初から完璧に書こうとするとうまく言葉にできなくて結局書けないということありますよね。今日の書き方はそんな悩みを解決しながら楽しく継続できる方法です。ぜひやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。